なあ、いきなりなんだが、握りっぺで人を殺せると思うか？俺は矢島健二、ヒットマンだ。普段は無言で事を済ませるのに、酒に酔った勢いも手伝って、つい男に話しかけてしまった。ああ、何言ってんだ。んなことできるわけねえだろ。と、男は否定したが、答えはイエスだ。しかも相手が臭いなんて感じる前に、全身の神経が麻痺し、5秒程度で完全に死に至らしめることができるのだ。なぜこんな話を始めたのか俺にもわからない。ただ誰にも打ち明けられない秘密を聞いてもらいたかったんだと思う。話しても問題ない。相手に嘘をつくなと思うだろう。でも話だけでも聞いてくれないか。実は俺のヘは完全殺人が可能な凶器なんだ。自分の得意体質に気がついたのは15歳の夏休みだった。愛犬のシーザーに面白半分で握りっぺを食らわせると悲鳴を上げて動かなくなり、そのまま死んでしまったのだ。俺は泣いた。ただその時は犬の嗅覚の鋭さゆえに起きた悲しい事故だと考えていた。だが自分のせいかもしれないと庭の木に止まっていたセミに握りっぺをしてみると木から落ちて絶命した。そんなバカなと今度は自分に握りっぺをしてみたが、案外無臭で何も感じない。やはり自分の屁で生き物が死ぬなんて気のせいだったのだ。そう納得した。しかし夏休み明け、学校で大事件が起きた。俺は授業中に屁を我慢できず、こっそりスカシッペをしたのだが、クラスメイトたちがバタバタ倒れ始め、病院に搬送された。無事だったのは俺と女子の上原のぞみだけ。幸いにも死者は出なかったが、皆軽度の記憶障害が発生し、事件当日のことと1学期に教わったことを全部忘れてしまっていた。テロの疑いがあるということで学校は閉鎖され調査が行われたが、警察は何の痕跡も発見できず、事件は迷宮入りしたのだが、事件の後、上原がいじめのターゲットになった。原因は受験前というこの時期にクラスメートたちは事件の影響で成績を落としたが、上原だけが成績を上げてクラスで一番になったからだ。ちなみに俺はもともとビリから2番目のバカだったので、上原と同じ境遇なのに成績は上がらず、逆に哀れみの目で見られたのだが、上原の父親は有名な研究者で、上原が父親の研究室から薬品を盗み出して教室に撒いたなどというあらぬ噂までが流されたのだ。クラスの女子たちのいじめは壮絶だった。いじめのリーダーは上原に抜かれるまではクラスで一番の成績だった横田愛理。彼女は嫉妬からいじめをエスカレートさせていった。ある日、上原のことをいじめるなと勇気を出して横田たちを怒鳴りつけたが、翌日から異臭カップルというあだ名をつけられ、俺も無視されるようになった。やがて上原は学校に来なくなった。そして受験を待たずに転校していった。すると俺への嫌がらせも止んだ。上原が辞めたのは俺のせいかもしれなかった。だが本当のことを言っても一体誰が信じるだろうか。それになぜ上原だけが何事もなかったのか説明がつかない。いじめられている上原に救いを求めるような目で見られた時は胸を締め付けられた。それは俺の恋心、そして無力な自分への憤慨だったんだろうか。卒業式間近の3学期の終わり、横田愛理が突然死んだ。休み時間中の廊下で皆の前で突然倒れ、そのまま息を引き取ったのだ。検視の結果不審な点はなく、死因は急性心不全ということだった。しかしつい最近異臭事件があった手前、クラスメート全員が警察から聴取を受けた。当然俺も聴取を受け、刑事に尋ねられた。その日横田さんと接触はありましたか？教室にいる時以外はたまに廊下ですれ違ったくらいだと思います。話はしていない？
普段からほぼ話はしないので、仲が悪かったとか。いえ、小学校が違うのでそこまで仲良くないだけです。なるほど、わかりました。もう結構です。ご協力ありがとうございます。ちなみに刑事には話さなかったことがある。廊下ですれ違った時に横田に握りっぺしていたことだ。と言っても横田の数メーター手前にさりげなく広げるように放ったので、誰も握りっぺだとは気づかなかっただろう。俺のへの漂う空間に顔をもろに突っ込んだ横田は5秒後にぶっ倒れてそのまま死んだ。その瞬間、俺の疑念は確信に変わった。俺の握りっぺは人を殺せること。スカシッペなら気を失ってその間の記憶障害で済むみたいだが、握った場合は殺傷能力があるのだ。そしてそのどちらも証拠が全く残らない。横田が死んだことに多少は驚いたが、なぜか何の罪悪感も湧かなかった。なぜなら上原の席が空いたままだから。これはすべて俺の屁が引き起こしたことだが、事実を打ち明けたら危険人物として一生隔離されるだろう。だから俺はその後は屁を我慢して秘密と共に生きていくことに決めた。そして16年の歳月が過ぎたってわけさ。バカだろおめえ、そんなことあるわけねえだろ。嗅いでみるか。誰が嗅ぐかバカかおめえ。そうだな。でもバカはおめえだよ、中田隆二。だってか、てめえなんで俺の名前を。ああ、仲間殺して金盗んで隠したチンピラだって聞いてるよ。てめえ俺を弾きに来たのか。あの金は絶対に。終わったぞ。身柄引き取りに来い。六本木のバーザナドゥだ。あの中田という男はきっと殺されるだろう。だが俺には関係ない。なぜなら俺はただバカ話をして屁をこいただけなのだから。数日後、組織から電話があった。ああ、カイザーか。先方から生け捕りにしたと連絡があった。すぐに500万を振り込む。満額だな。もちろん生け捕りで500万。死んでたら100万の約束だ。頼む。問題ないか。ああ、だが兄貴分を殺して奪った役の売り上げ1億のありかを犬に弾をかませても儚いらしい。さすがに気の毒だが、知ったことか。しかし奴は元格闘家だって聞いてたが、どうやって気絶させたんだ。あのバーのマスターも何も覚えていない上に、防犯カメラも全部ダメになっていたらしいが。さあな、依頼は身柄の受け渡しだけだ。では。学校を卒業後、社会に適応できなかった俺は職を転々とした。うっかり職場で屁をこいてしまうためだ。さらに俺が屁をこくと、なぜか電磁パルスが局地的に発生するようで、周囲の電話、カメラ、PC などの電子機器がショートするのである。もちろん車も旧車しか乗れない現代社会でまともな仕事ができるわけがなかった。社会とのつながりを遮断した俺は、飯を食うためにいつしか暗殺を請け負う非合法組織の依頼を受けるようになっていた。暗殺者は俺に向いていた。全く証拠が残らない握りっぺに相手の記憶を奪うスカシッペ、そして副次的に発生する電磁パルスで俺は誰も姿を見たことがない殺し屋として伝説的な存在となっていったのだ。カイザー X、 それが俺の通り名だ。とてもじゃないが屁で相手を殺す暗殺者の名前じゃないところがいいカモフラージュになっている。仕事終わりに1950年代のコルベットコンバーチブルのオープンカーで真夜中の首都高を飛ばす。この車なら多少屁をこいても問題はない。夏の夜の生ぬるい風が15の夏の出来事を思い出させる。対向車のヘッドライトはまるで上原のあの時の眼差しのようだ。もしもう一度君に会えたなら二度と屁はこがない。そう心に誓うと俺はぐっと活躍筋を締め、屁をこくのを我慢した。組織犯罪対策2課
第三捜査係係長上原のぞみです。お呼びでしょうか？ああ、早速なんだが、街道組の中田隆二が大黒ふ頭で遺体で発見された。中田は同組幹部の安田を殺害して、その金を隠して逃走中だった。はい、本件に国際的な拉致暗殺を請け負う組織が関与している疑いが強いということで、私が動いております。すぐに中止してくれ。本件に関わるな。なぜでしょうか？カイザー X が絡んでいるという噂があります。私もよくわからんが、長官直々の指示でもある。それはカイザー X が政治絡みの暗殺も請け負うからですか？これ以上は私は知らん。とにかく捜査を4課に戻すことにした。これは命令だ。カイザーは危険です。いいか、カイザー X など存在しないんだ。都市伝説だ、忘れろ。以上だ。了解いたしました。ちょっと飲みすぎたかな。同窓会か。嫌な記憶がよみがえる。同窓会で横田に会ってボロクソに言ってトラウマを払拭するのもいいかもね。出席と送信。ねむねむ。翌朝、二日酔いで目を覚ますと、出席登録完了のメールが届いていた。話せる相手が唯一いじめからかばってくれた矢島しかいないことを激しく後悔しながら、15の苦い夏を思った。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。